のささやきの朗読やあれは俺がまだ20代の頃の話だ。今でも山を見ると最初に思い出すのは景色じゃない。湿った土の匂いでも杉の葉が擦れる音でもない。あの時見た木と木の間に何本も張られていた色あせた赤い紐だ。ただの立ち入り禁止の目印だと思っていた。観光客よけの脅し文句みたいなものだとあの時は本気でそう思っていたんだ。でも今はわかる。あれは入ってくる人間を止めるためのものではなかった。あれ以上中にいるものを外へ出さないための結界だったんだ。その山は地元ではそこそこ知られた低山だった。本格的な登山ってほどではない。休日に軽く歩くにはちょうどいいよくある里山だ。ただ山の裏側の古い登山道だけは地元の人間でもあまり使わないと言われていた。理由を聞いても年寄りたちははっきりとは答えない。昔から良くない。裏に入るな。見えても拾うな。言うことはいつも曖昧で、どこか子供相手の言い聞かせみたいだった。俺たちはその時3人だった。俺と大学時代からの友人の新一と、新一の職場の後輩だった圭介。3人とも車が好きで、休みが合うと適当に遠出をして、景色のいい場所で写真を撮ったり、川辺で飯を食ったりするほどの仲だった。あの日も最初から登山をするつもりじゃなかった。近くのダムまで来たついでに、なんとなく山道に入って、暇つぶしに軽く歩こうという話になっただけだ。登山口には傾いた案内板が立っていた。表側の道はきれいに整備されていたのに、裏側へ回る細道は草が伸びていて、明らかに手入れがされていなかった。そこで圭介が言った。こういう使われていない道の方が、なんか面白そうじゃないですか？新一は笑っていた。俺もその時は止める理由がなかった。道が荒れているだけで別に私有地でもない。少し進んで危なそうなら戻ればいい。そういう軽い気持ちだった。10分ほど歩いたところで道の空気が変わった。風が止んだとか、急に寒くなったとか、そういう階段じみた変化ではない。もっと妙で、もっと説明しにくい違和感だった。周囲の景色は同じ山のはずなのに、音だけが遠くなる。自分たちの足音が土に吸われていくようで、会話をしていても声が少し遅れて耳に戻ってくる気がした。先頭を歩いていた圭介が立ち止まった。その背中の向こうに赤いものが見えた。木と木の間に細い紐が何本も張られていたんだ。胸の高さ、腰の高さ、膝の高さ。1本ではない。3本、4本。いや、もっとだ。古びて色が抜けているのに、そこだけ妙に目立つ。風がないのに、ほんの少しだけ揺れていた。紐の手前には小さな木札が下がっていた。墨が滲んで読みづらかったが、かろうじてこう読めた。入るな、触るな、またぐな。新一が、なんだこれと笑った。圭介はもっと露骨にバカにしていた。いや、逆に雰囲気ありすぎでしょ。こんなの見たら入ってみたくなるじゃないですか。だが俺はあまり気乗りがしなかった。その場所だけ明らかに人の手が入っている。誰かがわざわざ紐を張って札まで下げているんだ。冗談半分で荒らしていいような感じではなかった。やめとけって、
普通に感じ悪いだろ。そう言ったんだが、圭介はもう一歩前へ出ていた。振り返ってヘラヘラ笑いながら言う。こういうのって地元のジジババが勝手にやってるだけですよ。山の神様がどうとか、そういうやつ。その言い方に新一までつられて笑った。二人とも怖がっている俺をからかうつもりだったんだろう。圭介は靴の先で赤い紐を軽く持ち上げると、そのまま中へと踏み込んだ。その瞬間耳の奥で糸が切れるみたいな音がした。パツンと。実際に紐が切れたわけではない。でも確かにそういう音がしたんだ。俺は反射的に周囲を見たが何も変わってはいなかった。山は静かなままだし、赤い紐も張られたままだった。ほら、何もない。圭介はそう言って笑った。新一も肩をすくめてその後を追った。俺だけ残るのも気味が悪くて、結局俺もまたいでしまった。中に入った先はただの林ではなかった。まず空気が妙に湿っていたんだ。さっきまで乾いた土の道だったのに、その内側だけ何年も日が差していないみたいに地面が黒かった。そして少し進むと小さな塚のようなものがいくつもあった。人の膝ほどの高さに石が積まれている。一つや二つではない。左右に散らばるように10以上はあったと思う。墓には見えない。祠でもない。ただ石が積まれていて、その上に細い枝や乾いた花の残骸みたいなものが置かれていた。それは古い供物の跡にも見えた。新一が急に息を潜めた。これ、なんか嫌だな。さっきまで笑っていたのに、その時だけは真顔だった。俺も同じことを思っていた。ここは人が遊び半分で入っていい場所ではない。見てはいけないものを見てしまったような気がして、喉の奥が苦くなった。その空気を壊したのは、やはり圭介だった。あ、これすげえ。そう言って、一つの塚の前にしゃがみ込んだ。見ると、親指の先ほどの白い石が挟まっていた。河原にあるような丸い石ではない。どこか骨みたいに白くて、表面に赤茶けた筋が走っている。お守りみたいで良くないですか？これ。俺はゾッとした。その石は妙に生っぽかった。石なのに乾いたものには見えない。長く空気に触れていたものではなくて、ついさっき土の中から掘り出されたみたいな変な湿り気を感じた。ダメだ、置けよ。思わず強い口調になった。新一も、やめろって、と言った。でも圭介は面白がって笑うだけだった。だって、こんなのどう考えても作り物じゃないですか。ほら、パワーストーン的な？そう言うと、あいつは白い石をつまみ上げ、そのままポケットに入れた。その時どこからか、かすかに鈴の音が聞こえた。チリン、チリン。近くではない。もっと奥の方から風に乗って流れてくるみたいな細くて弱い音だった。でも、それが合図みたいだった。さっきまで止まっていた風が急に木々の間を抜けた。腐った葉と湿った土の匂いが一気に立ち上がって、俺はたまらず、帰ろうと言った。帰り道で俺たちはほとんど喋らなかった。圭介だけが時々、なんかガチっぽくって逆に受けましたね。みたいなことを言っていたが、新一も俺もまともには返さなかった。赤い紐のところへ戻ったとき、木札がさっきと少し違って見えた。
最初は墨が滲んでいたはずなのに、その時だけは妙にはっきりと読めた。持ち出すな。俺は足を止める。新一も同じものを見たのか、小さく、おいと声を漏らした。だが圭介は、そんな札は見えていないみたいに、そのまま紐をまたいで外へ出た。俺たちも慌てて後を追った。その日の夜、新一から電話が来た。普段は用事がなければ連絡なんてよこさないやつだから、珍しいなぁと思った。出ると開口一番、変なことを聞かれた。お前さっき、圭介の家に行ったか？行くわけがない。解散してからずっと、俺は自分の部屋にいた。いや、行ってないけど。そう答えると、新一は少し黙ってから言った。今、あいつから電話があってさ、玄関の前に、お前が立ってるって言うんだよ。俺は何を言っているのかわからなかった。何を言っているの？と聞くと、新一は妙に早口になった。ドアスコープを覗いたら、お前が下を向いて立ってるって。でも、電話に出てるのはお前だろ？じゃあ、外にいるの誰だって話になってさ。背中が冷えた。ふざけてるんじゃないの？ああ、俺もそう思った。でもあいつ、笑ってなかったんだ。その時新一はさらに妙なことを言った。圭介の部屋の前に立っていた俺は、しばらく動かなかったらしい。それから玄関のドアを軽く3回叩いて、ボソボソっと何か言ったという。新一は、その言葉をそのまま伝えてきた。返せって。翌朝圭介からも連絡が来た。内容は、もっと気味が悪かった。夜中の2時頃寝ていたら、胸の上に何か重いものが落ちてきたらしい。驚いて飛び起きて電気をつけると、布団の上に小さな石が3つ並んでいた。どれも庭石みたいな普通の石ではない。土で汚れた白っぽい石で、表面に赤い筋が入っていた。ポケットに入れたはずの石は、机の上に置いてあった。だがそれとは別に、同じような石が3つ、胸の上に乗っていたそうだ。誰かが部屋に入ったんすかね？電話口でそう言っていたが、声は引きつっていた。冗談では済まないとさすがに分かったんだろう。俺はその日、仕事が手につかなかった。新一も同じだったらしく、夜に3人で会うことになった。圭介の顔色はひどかった。一日で人相が変わるなんてあるのかと思うくらい、目の下に濃いクマが落ちていた。会ってすぐ、あいつはスマホを差し出してきた。寝る前に何気なく撮った部屋の写真だという。そこには薄暗いワンルームの床が映っていた。テーブル、テレビ、カーテン、脱ぎ捨てた服、どれも普通だった。だが部屋の隅、カーテンと壁の間に何か白いものが見えた。最初は腕かと思った。細くて、長くて、関節がおかしい。人間の足のようでもあるが、骨張っていて、膝の向きが妙だった。そしてその先に小さな足がある。子供の足より細いのに、指だけが異様に長い。圭介は震える声で言った。これ撮った時、部屋に誰もいなかったんすよ。新一は何も言えなかった。俺も言葉が出なかった。写真の中のそれは、カーテンの向こうから部屋の中を伺っているみたいに見えた。それで結局、その場で決めた。石を返しに行くしかないと。翌日の朝、3人でまた山に向かった。晴れていたのに、山のふもとに近づくにつれて、空だけが灰色に濁っていた。登山口までは問題なく行けた。だが、
あの裏道に入ってからがおかしかったんだ。歩いても歩いても赤い紐の場所につかないんだ。同じような杉林が続くばかりで、目印になる倒木も曲がった標識も出てこない。地図アプリは現在地を示しているのに、その点がじわじわと揺れ続けていて、まるで定まらない。1時間近く歩いたところで、圭介が急に立ち止まった。うつむいていた顔を上げたとき、俺は息を飲んだ。あいつの首の右側に赤い線が出ていたんだ。まるで赤い紐で締めたみたいに、一周ぐるりと跡がついていた。さっきから後ろで何か引っ張るんすよ。圭介はそう言った。自分の首を押さえながらかすれた声で続ける。立ち止まると緩むんですよ。でも歩くとまた締まる。もうその時点で引き返すべきだったのかもしれない。でも石を返さなければもっとひどいことになると三人とも半ば思い込んでいた。さらに進むと突然視界が開けた。そこは昨日の場所だった。黒く湿った地面、点々と並ぶ石の塚、そして木と木の間に張られた何本もの赤い紐。俺たちはやっとほっとした。戻れたと、その時は本気でそう思っていた。だが近づいた時、違和感に気づいた。なんと、塚の数が増えていたんだ。昨日見た時より明らかに多い。しかもそのうちの一つは、積み上げられた石が崩れていて、何かが足りないように見えた。圭介がポケットから白い石を取り出した。手が震えていて何度も落としかけた。これ、ここに戻せばいいんですよね。誰に聞くでもなく言って、塚の前にしゃがみ込む。そして、石を元の位置らしき隙間へと押し込んだ。その瞬間、山のどこかで低く鈴が鳴った。チリン、じゃない。もっと大きくて重い音だった。社の本坪鈴を遠くで一度だけ鳴らしたような音。ゴーッと風が吹いた。赤い紐が一斉に揺れる。だがその揺れ方がおかしかった。横風なのに紐だけが前後に震えている。誰かが向こう側から指で弾いているみたいだった。新一が、もう帰るぞと言った。その声に重なるようにすぐ近くで女の声がした。一つ足りないよ。あまりにも自然に聞こえたから一瞬新一が喋ったのかと思った。でも新一は青ざめていて口を閉じたままだった。圭介はその場にへたり込んで辺りを見回している。そして声はもう一度した。一つ足りない。今度ははっきりと塚の向こう側から聞こえた。俺は視線を向ける。石の影に白いものが見えた。人の顔だった。いや、顔というより顔に似せた何かだった。土毛色で目だけが異様に黒い。髪は濡れたように額へ張り付いていて口元が見えない。首から下は塚の向こうに隠れているのに妙に近い。距離感が狂う。そこにいるはずなのに輪郭だけが遠いんだ。圭介が叫んだ。叫びながら立ち上がり、後ろへ下がろうとした。その途端、足元の赤い紐が引っかかって転んだ。尻餅ではない。何かに足首をつかまれて引かれたみたいに真後ろへ倒れた。俺と新一で駆け寄ろうとしたが、その前に圭介が喉を押さえてのたうち回り始めた。首の赤い跡が目に見えて深くなっていく。皮膚の下へ細い紐が食い込んでいくみたいだった。苦しい、苦しい。ねえ、取ってくれよ。
俺は圭介の首に手をやった。何もない。本当に何もないのに、指先には確かに感触があった。細くて硬い、濡れた糸のようなものが首に幾重にも巻きついている。引っ張ろうとしても指が滑る。新一も一緒に掴んだが、見えないそれは逆に締まっていくばかりだった。その時、足元で石が転がる音がした。見ると、さっき戻したはずの白い石が、塚の隙間から一人でに転がり出てきていた。まるで中から押し返されたみたいに。そして女の声がすぐ耳元で囁いた。一つじゃない。次の瞬間、新一が俺を突き飛ばした。走れと怒鳴る声が聞こえた。俺は反射で立ち上がり、何も考えず赤い紐をまたいで外へ飛び出した。後ろで圭介のあえぐ声と新一の叫び声が混ざっていた。振り返る勇気はなかった。どれだけ走ったのかはわからない。気がつくと俺は登山口近くのベンチに倒れていた。服は泥だらけで、両手の爪の間には黒い土が詰まっていた。そしてしばらくして新一も戻ってきた。でも圭介はいなかった。警察には遭難だと説明をした。山狩りにも出た。だが圭介は見つからなかった。痕跡らしいものは何も出なかった。俺と新一は互いにあの場で見たものをあまり口にしなかった。話せば本当にあったこととして固まってしまう気がしたからだ。それから1週間後、圭介の遺体が見つかった。でも、見つかったのは山ではなかった。あいつのアパートの部屋だった。鍵のかかった室内で、押し入れの中に座ったまま死んでいたという。発見したのは管理会社の人間だ。失踪後、家族の依頼で部屋を確認したらしい。俺たちは事情聴取でその詳細を聞かされた。圭介の首には細い圧迫痕が何重にも残っていた。ロープでも電気コードでもなく、もっと細い何か。首だけではない。両腕、両足、胸にも同じ跡があった。まるで大量の糸で全身を縛られていたみたいに。なのに、現場からは何も出なかった。縛った道具も、争った形跡もない。それどころか、押し入れの内側の壁には、赤土のついた指で何度も何かを書こうとした跡が残っていた。文字になっていたのは一つだけだった。赤。それだけ。新一はそれを聞いてから目に見えておかしくなった。酒を飲む量が増え、夜になると誰かに電話をかけまくり、意味のわからないことを喋るようになった。3週間ほど経った頃、俺のところへ真夜中に連絡してきた。出るなり、新一は怯えきった声で言った。窓の外に紐がある。何を言っているのかと思った。でもあいつは本気だった。4階だぞ。なのに、窓の外に赤い紐が張ってある。ベランダじゃない。外側だ。何本もしっかりと揺れている。誰かが引いている。俺はすぐに行くと言った。車を飛ばして20分ほどで着いた。新一の部屋の明かりはついていた。だがインターホンを押したが返事がなかった。何度も鳴らして電話もかけた。だが出ない。俺は嫌な予感がして管理人を叩き起こし、合鍵で部屋を開けてもらった。部屋の中はめちゃくちゃだった。カーテンは引きちぎられ、窓際の棚は倒れ、床には塩と酒と何かの灰がぶちまけられていた。新一はベランダの前で座り込んでいた。目を見開いたまま窓の外を指さしている。あれ、見えるだろ。その声で俺も窓の外を見た。だが何もなかった。
夜の駐車場と向かいの建物の壁が見えるだけ。赤い紐なんて一本もなかった。そう言うと、新一はひくひくと笑った。見えないのかよ。じゃあ、もうダメだ。その日俺は無理やり新一を連れ出して自分の部屋に泊めた。もうこいつを一人にしてはおけないと思ったんだ。夜中の3時過ぎだったと思う。ふと目が覚めた。寝室の戸が少し開いていて、リビングの暗がりが見える。その向こうで誰かが立っていた。俺は新一だと思った。トイレか水でも飲みに起きたんだろうと。だが次の瞬間、全身の血が冷えた。立っていたのは新一じゃないんだ。細い、異様に細い。足首も膝も腰も人間の形をしているのに全部が骨張って長すぎるんだ。長い髪がだらりと垂れていて顔が見えない。そして両手に何本もの赤い紐を束ねて持っていた。その先が寝室の中、俺の布団の方へと伸びている。動けなかった。叫ぼうとしても声が出なかった。そしてそのままそいつが紐を少し引いた。首が締まった。本当にいきなり締まったんだ。喉の奥が潰れ、息が止まる。何も巻かれていないはずなのに、首の周りに食い込む感覚だけが鮮明にある。俺は必死でもがいて、布団の上を転がった。その弾みで枕元のスタンドに手が当たり、明かりがついた。光の中には誰もいなかった。ただ寝室の引き戸が半開きになっていて、その隙間からリビングが見えるだけだった。俺は咳込みながら首に手をやった。暑かった。鏡を見ると皮膚に細い赤い線が一本くっきりとついていた。そして新一はリビングの隅で丸くなっていた。眠っているんではない。膝を抱えてブツブツ何かを言っていた。数が合わない。塚の数が合わない。足りない。まだ足りない。そして翌朝、新一は消えた。玄関の鍵は内側から開いていた。靴も財布もそのままなのに人だけがいなかった。警察に届け出を出しても本気で取り合ってはもらえなかった。大人の失踪なんて珍しくもないからだ。だが3日後、俺の部屋の前に小さな段ボール箱が置かれていた。差出人はない。中には土のついた白い石が5つ入っていた。その下に紙切れが1枚。残り1つ。字は新一のものだった。間違いようがない。大学時代から何度も見てきた癖のある字だった。俺はその足で山へと向かった。もう警察とか神社とか寺とかそういう理屈じゃ間に合わないと思った。終わらせるなら自分で行くしかなかった。山は静かだった。あの日と同じように裏道は薄暗く誰にも会わなかった。赤い紐の結界は今度はすぐに見つかった。まるで向こうから待っていたみたいに。木札には何も書かれていなかった。白く削れた板がぶら下がっているだけだ。俺は箱の中の石を持って中へ入った。塚は増えていた。数えたわけではないが、20どころではなかったと思う。林の奥までずっと小さな石の山が並んでいる。その中に人影があった。新一だった。背中を向けて地面にしゃがみ込んでいる。服は泥だらけで肩がひどく細く見えた。俺が名前を呼ぶとゆっくりと振り向いた。だが顔が新一じゃなくなっていた。目の周りが落ちくぼみ、唇はひび割れ、頬の肉がそげている。何日も飲まず食わずで山をさまよった人間の顔ではない。もっと別のものに近づいた顔だった。
それでも口元だけは笑っていた。来ると思ってた。声も新一だった。俺は泣きそうになりながら近づく。でも、あいつは手を挙げて止めた。そこから先、来るな。何言ってんだよ。帰ろう。石なら返す。全部返して、もう終わりにしよう。そう言うと、新一は首を横に振った。違うんだよ。その一言で空気が変わった。背後の塚の間から何十という気配が立ち上がった。見なくてもわかった。石の一つ一つの下に何かがいる。返すんじゃ足りない。代わりがいるんだ。新一はそう言って自分の胸を指で叩いた。その指先には何本もの赤い紐が絡みついていた。皮膚の下へと食い込んで肉と一緒になっているみたいだった。圭介が持って行ったのは石じゃないんだ。あれ、数なんだよ。ここに積んであるの、墓でも供養塔でもない。逃がさないための数なんだ。意味がわからなかった。だが新一はもう説明をする気もなさそうだった。昔、この山で消えた奴らがいたんだってさ。人か、神か、もう何かわからない奴ら。だから外に出ないように、一人につき一つ石を置いたんだ。数を合わせて、ここに縛った。だけどあいつは、それを持って帰った。だから足りなくなった。その時鈴が鳴った。今度はすぐ近くで耳を刺すように高い音だった。塚の間から白い手がいくつも出てきた。痩せ細って土に汚れた指先。その手が石を押しのけ地面をかく。林のあちこちで同じように土が盛り上がった。俺は足がすくんだ。逃げなければと思うのに膝が動かなかった。そして新一は静かに言った。お前はまだ一回だけ助かる。何言ってんだ。俺が数になる。そう言ったあいつは笑った。笑いながら自分の首に巻きついた赤い紐を両手で掴んだ。見る間に首の皮が裂け、血が滲んだ。それでも新一は力を込めた。だから、お前は二度と山に入るな。赤いものをまたぐな。石を拾うな。あと、夜にドアを3回叩かれても、絶対に開けるなよ。やめろ！叫んだ瞬間、周りの塚が一斉に崩れた。石が転がり、白い顔が土の下からいくつも覗いた。目だけが黒い。口元がない。いや、口があるはずの場所に赤い紐が何重にも縫い付けられている。そいつらが音もなくこちらを向いた。新一が最後に何かを言った。でも、それは聞こえなかった。山中で鈴が鳴り始め、木々が揺れ、赤い紐が宙を走る蛇みたいに跳ねたからだ。俺は気がついたとき、結界の外に倒れていた。夕方だった。服のポケットには白い石が一つ入っている。これはどうしても捨てられなかった。捨てようとすると指が動かなくなる。川に投げても翌朝には机の上に戻ってきている。神社に預けようとしてもその日だけはなぜか閉まっている。そしてそれから何年も経った。俺は引っ越しを繰り返す。赤い紐のようなものが視界に入る場所を避けて生きているんだ。祭りも神社の飾りも工事現場の規制テープもダメになった。夜、ドアを3回叩く音がすることがある。出ないようにしている。だけど一度だけ覗き穴を見てしまったことがある。
誰もいなかった。なのに、ドアのすぐ下の隙間から、細くて赤い紐が一本だけ、スルスルと入ってこようとしていた。今あの白い石は、透明なケースに入れて、机の引き出しの奥にしまってある。鍵もかけている。それでも、夜になると中で小さく音がする。コロ、コロコロ。多分、まだ終わっていないんだと思う。新一が数になって、本当に足りたのかどうか、それすらもわからない。ただ一つだけ確かなことがある。あの山では、昔から赤い紐をまたいではいけないと言われていた。理由は単純だ。中に入るためではない。帰ってきたものを家に入れないためだったんだ。これは兄が山でいなくなって3日後に帰ってきた話です。こう言うと大抵の人は、遭難して助かった話なんだね、と思います。警察も消防も近所の人もみんなそうでした。見つかってよかった。運が良かった。生きて帰ってこれたんだからそれで十分だろうと。でも私は兄が戻ってきた日の顔を見た瞬間に違うと思いました。兄は確かに生きていました。自分の名前も家族の顔もちゃんと分かっていました。けれどその目だけが私たちを見ていませんでした。もっと正確に言えば、こちらを見ながら同時に別の場所を見比べているような目でした。どちらが本物の景色なのか、まだ決めかねているみたいなそんな目でした。兄は昔から山が好きでした。危険な登山をする人ではなくて、どちらかといえば慎重な方でした。天気を調べて、地図を確認して、靴も道具もきちんと揃えてから入る。だから家族も兄が山に行くこと自体はそれほど心配していませんでした。ただその山だけは少し違いました。県境に近い低い山で、見た目はどこにでもあるような山でしたが、昔から妙な言い伝えがありました。秋の終わりから冬の入り口にかけて、山の奥で白い鹿を見ることがある。その鹿を見ても絶対に追ってはいけない。鹿がこちらを見ても立ち止まってはいけない。もし道の先で待っているように見えても絶対に行ってはならない。子供の頃、祖母がよくそう話していました。白い鹿は道案内じゃないのよ。迎えだよ。と。当時私はよくある山のしきたりだと思っていました。暗くなる山の動物を追うな。道を外れるな。そういう教訓が昔話の形で残っただけだろうと。兄も多分同じことを考えていたんだと思います。迷信として笑うことはしないけれど、本気でも信じていなかった。兄がその山に入ったのは11月の終わりでした。朝早くには家を出て、昼には尾根に出る予定だと話していました。昼前に一度だけメッセージが来て、この後上に出る。帰りに温泉寄るかも、とありました。そしてそれが最後の連絡でした。夜になっても帰ってこず、電話もつながらず、位置情報も途中で途切れていました。父が警察へ連絡し、翌朝から捜索が始まりました。兄の車は登山口の駐車場にありました。荷物も一部は残っていて、途中までは足取りも終えたらしいです。けれど、山は前日の雨で落ち葉が湿っていて、道も曖昧になっていたそうです。夕方まで探したけれど、見つからず、二日目も見つかりませんでした。その二日目の夜、妙な話が家まで届きました。捜索に入った地元の人たちの中に、山の奥で白い鹿を見たという人が何人かいたんです。
ある漁師は沢の向こうに白い影が立っていて、最初はビニールかと思ったそうです。でも、その影はゆっくりと首を上げ、自分を見た。鹿だと気づいた瞬間、背筋が冷えて、見てはいけない気がしてすぐに目をそらした、と言っていました。別の人は、林の中を白いものが横切ったけれど、草も枝もほとんど揺れなかったと言っていました。また別の人は、確かに鹿の形をしていたのに、足音だけが聞こえなかった、と言いました。それを聞いた母の顔色が変わりました。祖母の言葉を思い出したんだと思います。白い鹿が出たときは、人が一人足りなくなる。連れて行かれるのは山を知っているものだからだと。そして3日目の朝、兄は見つかりました。でも、山の中ではありませんでした。登山口からかなり離れた県道を、ふらふらと歩いていたところを通りすがった人が保護したんです。服は泥だらけで、顔色も悪く、唇も切れていたけれど、大きな怪我はありませんでした。警察で話を聞かれた兄は、途切れ途切れにこう言いました。地図を見ながら戻ろうとしたが、同じ場所へは戻れなくなったこと。そして沢の方へと降りてしまい、日が落ちる頃、林の向こうで白い鹿を見たこと。その鹿が何度も立ち止まって振り返るので、道の目印になるかと思って後を追ったこと。そこまでで私は嫌な汗が出ました。兄は疲れ切っているのになぜかその部分だけ妙にはっきり話したんです。まるで自分でもそこが一番大事だと分かっているみたいに。そして兄は続けました。鹿は近づけば離れ、見失いそうになるとまた少し先に現れる。そしてそのままついていくうちに暗くなってきて雨まで降り出した。そして引き返そうと思った時にはもうどこを歩いているのかわからなかった。すると鹿が細い参道の先で待つように立ち、その奥に小さな祠が見えた。祠の前には低く縄が張ってあった。兄はそれをまたぐかどうか迷った。だけどその時背後で鹿が鳴いた。兄はその声をうまく説明できないと言いました。鹿の鳴き声ではなく、人が喉を潰して絞り出すような声だったと。兄は怖くなって反射的に縄をまたぎ、祠の中へと入った。そこで記憶が途切れ、次に気づいた時には夜明け前の山道を歩いていて、そのまま県道へ出たんだと。その話を聞いた母は、帰宅してから兄に何度も同じことを聞きました。本当に誰にも会わなかったの？祠の中で何も見なかったの？何か持って帰ってきてないの？兄はめんどくさそうに、いや、何もない。ただ迷っただけなんだ。というばかりでした。でも私は、その夜から兄がおかしいことに気づきました。食卓で兄は味噌汁を一口飲んでしばらく黙りました。そしてぽつりとこう言ったんです。薄いなぁ。そして母が、いつも通りだよ。と言うと、兄は少し考えてから、向こうはもっと濃かった。と答えました。そしてその場がしんと静まり返りました。兄はすぐに、山で変なもん飲んだからかも。と笑ってごまかしましたが、その目は笑っていませんでした。夜も同じでした。兄の部屋の前を通ると、暗い中で兄が立ったままじっとしている。何をしているのかと聞くと、兄は、夜の音が違う、と言いました。こっちは、まだ多い。言っている意味がわかりませんでした。でも兄の口ぶりは、自分の家の夜と、どこか別の場所の夜を比べているようでした。それから兄は、夜中に何度も庭へ出るようになりました。裸足のまま勝手口から外へ出て、
庭の奥を見ているんです。父が怒ると、兄は、来てたから、としか言わない。何がと聞いても答えなかった。ある晩、私がふと目を覚ますと、兄の部屋の窓の外に白いものが見えました。最初は月明かりか反射かと思ったんです。でもその白いものは植木の向こうでゆっくりと首を傾けました。私はカーテンの隙間から覗きました。庭に白い鹿が立っていたんです。全身が白いわけではありません。闇の中で輪郭だけが不自然に白く浮いていたんです。痩せた体、長い足、濡れたような毛並み。普通の鹿に見えるのになぜか体の節々が人間の骨みたいに見えて、視線を止めるのが苦しくなる。そしてその鹿はじっとこちらを見ていました。次の瞬間、兄の部屋の窓が内側から音もなく開きました。兄がそこに立っていたんです。裸足のまま無表情で鹿を見下ろしながら小さく言いました。来た。私は思わず叫びました。その声で兄が振り返った時には庭の鹿は消えていました。残っていたのは湿った土の上に点々と続く細い足跡だけでした。けれどその足跡も庭の途中で途切れていました。門へ向かったわけでも塀を越えたわけでもありません。まるでそこから先だけ地面が消えたみたいに。母はその翌日、古い神社へ相談に行きました。でも宮司さんは山の名前を聞いた途端、露骨に顔を曇らしたそうです。こちらでは扱えません、とだけ言って、山の向こうの集落に住む老人を紹介してくれました。その老人は兄の話を聞き終えると、長らく黙っていました。そして静かにこう言ったそうです。白い鹿は案内ではありません。迎えです。山には人の通る道と人でないものの通る道がある。たまたま迷い込む人もいるが、本当に取られるのは道を見つけたものではない。向こうから見つけられたものだと。白い鹿はその印なんだそうです。鹿が振り返って待っていたら、それはもうこちらを見つけたということなんです。そのままついていった人間は山の奥の境まで連れて行かれる。そしてそこにある祠へ入ってしまえば、戻ってきてもその人だけは帰らない。半分向こうへ帰るのではなく、向こうのものが半分こちらへ混ざって帰ってくるんだと。母が、助ける方法はと聞くと、老人は首を振りました。帰ってきた日に家へ入れてはいけなかった。その言葉を聞いたとき、母は何も言えなくなったそうです。私はその話を聞いてぞっとしました。兄はもう帰ってきてしまっている。同じ屋根の下で眠り、同じ食卓に座っている。つまり、もし老人の言うことが本当なら、兄だけではなく、家そのものに何かが入ってきていることになるからです。その日の夜、母は兄の部屋の前に塩を盛り、窓にお札を貼りました。父は、そんな迷信を、と怒ってはいましたが、兄は何も言いませんでした。ただ寝る前に、私へ妙なことを聞きました。なあ、あれ何匹いたと思う？いや、一匹でしょ。そう答えると、兄は少しだけ目を細めました。そう見えたなら、まだ大丈夫か。その言い方がずっと引っかかっていました。夜中の2時過ぎ、屋根の上を何かが歩く音で目が覚めました。濡れた枝で瓦をするような嫌な音でした。父も起きたらしく、襖の開く音がしました。その直後、母の短い悲鳴が聞こえました。私が廊下へ出ると、
母は兄の部屋の前で震えていました。貼ったはずのお札が全部裏返っていたんです。誰かが一枚ずつ丁寧にめくったみたいに白い裏面を見せて垂れ下がっていた。兄の部屋は真っ暗で窓が開いていました。そこから父が外へ飛び出し、私と母はその場に取り残されました。その時縁側の下からはっきりと兄の声がしたんです。こっち。私たちは凍りつきました。縁側の下なんて人が入れる高さではありません。なのにその暗がりから兄の声が聞こえました。早く、間に合わなくなる。母が一歩近づきかけたので、私はとっさに腕をつかみました。その瞬間、縁側の下でぐしゃりと嫌な音がしました。何か大きいものが狭いところで無理に向きを変えたみたいな音でした。続いて、暗がりから白い顔が、ぬっと押し出されました。それは鹿の顔でした。でも近くで見るそれは鹿ではありませんでした。鼻先は異様に長く、口元は裂け、歯の代わりに細い黒いものがびっしりと並んでいました。そして目はありませんでした。目のある場所にただ深い穴が2つ開いているだけでした。私は悲鳴を上げ、台所から掴んできた塩を夢中で投げつけました。すると白い顔はスッと引っ込み、屋根の上を何かが走る音がして、それから急に静かになりました。父は朝方、山へ向かう農道の途中で見つかりました。靴を履いておらず、足の裏は泥で真っ黒で、爪が何本か剥がれていました。でも、本人は何も覚えていませんでした。白いものを追いかけた気がするが、途中から何も思い出せないというだけでした。その日から家族は交代で兄を見張ることになりました。ところが兄は責められても取り乱さず、妙に静かでした。そして2日目の夕食の時、ぽつりと言いました。今夜、もう一度来る。父が箸を置いて兄を睨みました。何が来るんだ。兄は少しだけ苦しそうな顔をしてから低い声で言いました。俺も全部は覚えてない。でも向こうで言われたんだ。戻るなら道を忘れるなって。誰に？兄は答えませんでした。その夜、私たちは家中の鍵をかけ、雨戸も閉めました。兄の部屋の窓には板まで打ち付けました。それでも11時を過ぎた頃、家の裏手から鈴の音が聞こえ始めました。チリン、チリンと聞こえます。ですが神社の鈴ではありません。もっと小さくて、でも妙に澄んだ音でした。一度鳴るたびに家の中の空気が少し冷えていく気がしました。兄は座敷の真ん中で膝を抱え、歯を食いしばっていました。見ていると耐えているようにも見えました。呼ばれているのを必死で無視しているかのように。やがて鈴の音が止み、今度は裏口の戸がコトンとなりました。一度少し間を置いてもう一度。叩くというより角の丸いものがそっと当たるような音でした。そして戸の向こうから父の声がしました。開けてくれ。私たちは全員凍りつきました。だって父は今すぐそばにいます。なのに裏口の外から全く同じ声が聞こえるんです。寒いんだ。開けてくれ。母が泣きそうな顔で父を見ました。父本人も真っ青でした。外の声は続けて、足が痛い、歩けない、と言いました。前の日に見つかった時の
父そのままの声でした。兄が耳を押さえ、床に額をつけながら絞り出すように言いました。違う。あれ、呼び方を覚えたんだ。その後外の声は母の声になり、私の声になり、最後には男とも女ともつかない高い声で、開けてと繰り返しました。やがてそれもやみ、今度は家の周りを複数の足音が裸足で回るようになりました。ペタ、ペタ、ペタ、と雨戸の隙間を白い影がいくつも横切りました。低く滑るように動くものもあれば、窓の高さにまで立ち上がるものもありました。それが全部鹿なのか、人なのか、私にはわかりませんでした。ただ一度だけ、隙間に黒い穴のような目が2つ並んだのを見ました。それは、人の顔の高さにありました。するとその時、兄が立ち上がりました。今のうちに、みんな玄関から出て。父が怒鳴る間もなく、兄は廊下へ出て、そのまま玄関へと向かいました。私たちも追いかけました。兄は靴も履かずに戸を開け、夜の外へ出ました。山の方だけが妙に白かったんです。霧とも光ともつかない白さが斜面のあたりに漂っていました。その手前の道の真ん中に白い鹿が立っていました。一匹だけではありません。後ろにもさらに白い輪郭がいくつも並んでいます。4本足のもの、2本足で立つもの、首だけが異様に長いもの。どれも境目が曖昧で、一つの白い群れみたいでした。兄は一歩前へ出ました。もう戻る。すると母が泣き叫び、父が兄の腕をつかもうとしました。でも兄はその時だけ振り返って、はっきりした顔で私たちを見たんです。遭難から帰ってきて以来、初めてちゃんと兄の顔でした。ごめん。兄はそう言いました。俺があの時、ついていかなきゃよかった。私はその声を聞いた瞬間、反射的に兄の方へ行こうとしました。でも、兄の後ろの白い鹿がゆっくりとこちらを見たんです。黒い目でした。穴みたいに深くて、見た瞬間、自分の名前を忘れそうになるような目でした。そして耳の奥で水の流れる音がして足が止まりました。兄が首を振ります。来ないで。その声で我に返りました。兄は泣きそうな顔で笑って、それから白い者たちの方へと向き直りました。鹿は少し先へ進み、立ち止まり、また進む。兄はその後を歩いていきました。3日前、自分がされたのと同じように道を記されながら。兄の背中が暗がりへ溶ける直前、私は見てしまいました。兄の足元に兄の影はなかったんです。代わりに地面には細い足が4本ある鹿の影のようなものが這うように伸びていました。それが最後でした。通報してまた捜索が出ました。でも兄は二度と見つかりませんでした。ここまでの話なら兄が再び山に入って失踪した話として片付けられたかもしれません。でも本当に嫌だったのはその後です。兄がいなくなってから家の中の何かが少しずつ変わっていったんです。水も味噌汁もどこか薄い。夜になると家のどこかから小さな鈴の音がする。玄関の叩きには泥がつくのに足跡にはならない。ただ細い二筋の線が平行に残るだけでした。一番おかしくなったのは母でした。夜になると窓辺に立って庭の奥を見ている。ある晩、私は母が低い声でこういうのを聞いてしまいました。
今度は私が行けばいいのね。母の視線の先には植木の向こうで白いものが揺れていました。一匹ではありません。二つ、三つ、白い輪郭が並んでじっと家を見ていたんです。私たちは母を実家へ移し、私と父は家を引き払うことにしました。もう住める場所ではないと分かっていたからです。引っ越しの前夜、兄の机を片付けていた私は、引き出しの奥から小さな木片を見つけました。湿って黒ずんだ木に剥がれかけた紙が貼り付いていました。そこにかすれた墨でこう書いてありました。入るな、振り向くな、連れて帰るな。私はその場で手が止まりました。兄は何も持ち帰っていないと言っていました。でも、持って帰っていたんです。あの祠にあった何かを。翌朝、神社へ持って行こうと思い、箱に入れて机の上へ置きました。けれど、朝になると箱は空でした。代わりに机の上には泥が少しだけ残り、その上に細い足跡が一つ窓の方へ向かってついていました。鹿の跡ではありませんでした。もっと小さくて人の子供の足にも見えるような妙な跡でした。結局私たちは家を出ました。父はそれ以来ほとんど喋らなくなり、母は時々兄の名前ではなく、白いものが来る前に帰らなきゃと言うようになりました。私はもう山へは行きません。それでも冬が近づくとたまに夢を見ます。霧の出た山道です。落ち葉が湿っていて、前方に白い鹿が立っている。鹿は振り返り、私を待っている。その向こうには細い道があり、さらに奥に古い祠が見える。祠の前には人が立っています。兄です。兄はいつも同じ顔でこちらを見ています。助けを求めるでもなく、怒るでもなく、ただ静かに。まるで次に誰が来るのかを待っているみたいに。夢から覚めるたびに私は窓の鍵を確かめます。玄関の戸も見ます。けれど一度だけ真夜中にどうしても気になってカーテンの隙間から外を見てしまったことがあります。アパートの駐車場の端に白い鹿が立っていました。街灯の下でじっとこちらを見ていたんです。山からここまでは何時間も離れている町なのに。鹿はしばらく動かず、やがてゆっくり首を巡らせ、暗い路地の方を見ました。それからまたこちらを見ました。待っていたんです。私はカーテンを閉め、朝まで一歩も動けませんでした。翌朝、そこには何もありませんでした。ただ、アスファルトの脇の濡れた土に、細い跡が2つ、こちらを向いて残っていました。白い鹿は、迷った人を助けるものではありません。道を教えてくれるものでもない。あれは迎えです。こちらの人間を向こうの道へ連れて行くためのものなんです。そして一番嫌なのは、迎えが一度きりではないことです。誰かが帰ってきたように見えたその時点で、道は少しだけ家の中へと続いてしまう。すると今度は山へ行かなくても迎えが来る。庭に、窓の外に、玄関の前に、家族の声を覚えて。だから、もし冬に山で白い鹿を見ても、絶対についていかないでください。振り返って待っていても、見つめ返さないでください。そして3日ほど行方のわからなかった人が何事もなかったかのように帰ってきても、すぐには安心しないでください。その人が本当に帰ってきたのか、それとも何かを連れて帰ったのか。少なくとも私は兄が戻ってきたあの日から一度も兄を助かった人だと思えたことがありません。多分兄は
最初に白い鹿が振り返ったあの瞬間に、もうこちらへは帰れなくなっていたんです。